こんばんは、サンタクロースです。いつもご視聴ありがとうございます。本日はこちらです。以前にギブソンの闇、マーチンの闇っていう動画をアップしましたけれど、かなりあれ反響がありまして、再生数もかなり伸びたんですけれど、コメントもいろいろたくさんいただきました。皆さんこういう話に興味があるんだなっていうことをですね、1965年製の J45 のアジャスタブルなんですけれど、これ見てお分かりの通り、もう一目瞭然なんですけれど、まずこれお預かりして見た瞬間に声がしばらく出なかったですね。1分2分経ってからようやく我に返ったぐらいの衝撃度でした。マーチンのネックジョイントのところに紙が挟まってたとか今まで見てきましたけれど、衝撃度具合としてはこれが一番ですね。こういったことをアップすると、以前の動画でも様々なご意見いただきまして、もういろいろね、コメントに関しては出尽くしてるんじゃないかなと思いますので、その辺はほどほどに気楽に見ていただければと思います。まずこれが製造時にやられた行為なのか、もしくはその後販売されてからリペアマンか誰かの手によってこういうことをされたのか、どちらかなということをですね、当然そこを疑いつついろいろな角度から状態をチェックしてみました。アジャスタブルのこのアンカーっていうのはブリッジを貼る前に取り付けられます。アンカーを取り付けた後にブリッジを接着するんですね。なので、もし仮にですよ、製造時ではなく、後に誰かの手によってやられたものだとすれば、ブリッジをまず剥がさないといけないんですね。ごくごくわずかな痕跡っていうのは、多少は残ってしまうものなんですよ。もちろん綺麗にできることもありますけれど、そういった形跡も一切なかったです。このアジャスタブルのアンカーを位置をずらしたんであれば、当然そのずれた跡があるはずですよね。そういった痕跡も見当たらなかったので、私自身の考えとしては、これはほぼ 99% 製造時に行われたことだと思ってます。で、ちなみにこれは他の店舗さんからのお預かり品だったので、直接ね、お客様と私が話したわけではないんですけれど、あと他にもいろいろブレーシングとか剥がれてましたけれど、ここ以外はね、結構綺麗だったんですよね。こうやって長年仕事をしてくると、いろんなものに出会うんですけれど、これは本当にそうですよね。なんでしょうね、これね。いざ取り付けようと思ったら、俺ナット閉まらないじゃん。六角ナットがぶち当たっちゃうじゃん。じゃあちょっと X ブレーシングここ削っちゃおうかっていう、そういう単純なノリで誰かがやったのかなっていう気はします。結局アコースティックギターのボディの内部っていうのはこうやって鏡とかで見てみないと全くわからないので、よくね、中古で手に入れたっていうお客様が悪いところないかチェックしてくださいって持ってくることあるんですけれど、半数近くがブレーシングが剥がれてたりとか、そういったことはよくあります。中古を扱う店員さんもそこまで入念にブレーシングの剥がれがないかとかチェックはしてないと思うんですよ。で、よくブレーシングの剥がれとかの時にボディを叩いて、ここ剥がれてるかもねとかって判断する人いるんですけれど、あれ全然当てにならないですから。ブレーシングが剥がれていようと剥がれてなかろうと全然音に変化がなかったりとか、あれ叩いてね判断できるのはたまたまそこでね鈍い音がしたりとかっていう、そういう時だけですね。多くのブレーシングっていうのはバック面とかトップ面とかと板と密着していて、ペンチングナイフとかをグッと力を入れて差し込まない限りはグッと密着されてるんですよ。その状態で叩いたとしても全然音に変化はないんですよね。ですから必ずバックブレーシングとかの剥がれをチェックする際は、叩いて確認するんではなくて、逐一ねペンチングナイフで差し込んでみたりしてチェックするっていうのが基本です。ちょっと話がそれましたけれど、皆さんはこの状態を見てね、どう思われますかね。
これ最初にこれ見た時は、いや、これは誰か他の人が後からやったんじゃないのとかってね、私だってそう思いましたもん、最初は。ねえ、こんなことするのっていうね、本当に驚きました。いろいろね、ギブソン社とかフェンダーもそうですけれど、作りが荒いだとかいろいろありますけれど、とはいえギブソンは私は好きです。マーチンも好きですし、フェンダーも好きですね。こういったケースは本当に稀でしょうね。この個体が今どうなったのかわかんないですけれど、もし J45 のアジャスタブルで1965年製、これもしかして自分のじゃないとか、そういうことがあれば、シリアルナンバーを言っていただければ控えてあるので確認はできます。はい。はい、それでは次行きたいと思います。ミュージックマンのスティングレイです。ベースですね。全塗装の依頼が来まして、現状の塗装を完全に生地まで剥いでナチュラルカラーにしたいというご要望でした。こういったネックとボディが外れるもの、表と裏がフラットなもの、要はストラトとかジャズベースにしろプレベにしろそうですけれど、外注に出してます。こういったものに関しては楽器専門の塗装業者さんに依頼してます。もちろんそれはお客様のオーナーさんの了承が得られればの話ですよ。PRS とか、例えばレスポールのトップとか、アーチトップだとか、セットネックだったりとかね。あと生地着色とかもそうですよね。微妙な色合いをお客様と相談しながらやらなきゃいけないとかっていう、そういうものに関しては工房の塗装ブースでやってます。はい。で、これはですね、全く最初問題ないなと思って出したんですよ。外注業者に。いざ剥がした段階で想定外なことがありました。これが剥がれた状態なんですが、これトップ面ですね。側面を見てみると、なんと周囲の黒い部分、直接生地の状態で黒色を吹いたらしく少し残っちゃってるんですね。木の銅管に黒の着色が吸い込まれちゃってて、これ以上粗いペーパーで削ろうと絶対消えないんですよ。ボディの形状があからさまに変わるぐらい削り込めば生地に直接吸い込まれてしまった部分っていうのも取れるんですけれど、そこまでするとね、本当にボディの形状が少し小さくなってしまうぐらい削んないといけないんで不可能なんですよね。これをこの状態のままナチュラルカラーにしてしまうと、この黒いつぶつぶの部分全部残っちゃうんですね。ナチュラルカラーにするのはちょっと不可能だっていうことで、濃いめのブラウンのカラーにしました。完成した画像なんですけれど、このぐらい濃いブラウンで仕上げました。よーく見てみると木目が透けて見えてるっていうぐらいの濃さですね。全体をサテンフィニッシュにしてます。5分消しのサテンフィニッシュですね。艶消しフィニッシュです。黒い部分がどういう風になっているか、光を当ててチェックしてみたんですけれど、小口面の部分は黒く残ってます。かなりこういった濃いめのブラウンにすることで、ほとんど目立たなくなります。さすがにナチュラルカラーはこれは厳しいですね。で、ちなみにこれもシリアルナンバーで確認したところ、97年か98年製のスティングレイだと思います。間違ってたらごめんなさい。こういったサンバーストの塗装の際に、生地の状態っていうのは何にもまだ塗られてない、塗料が塗られてない状態、木の状態にいきなり黒色を吹きつけるっていうのはあるのかなっていう、あんまり聞いたことがないんですよね。何本もいろいろなギターを剥いでるじゃないですか。で、経験してきた中で黒色が直接木に染み込んでるっていうケースは私は経験がなかったんですよね。こういった3トーンサンバーストとか2トーンもそうでしょうけれど、まず有コートシーラーを塗りますよね。で、その次に下地層である、サンディングシーラーを塗ります。で、完璧に生地の面が露出せずに、そのサンディングシーラー層で覆われたら、その次に色を吹き付けます。その段階で、まず側面と角の部分を潰しの黒で塗っていくんですよ。そういう風に塗っていくと、どうしてもボディのこの中央部分、黒色が塗られてはいけない部分とかに、その黒の塗料が散ってしまって付着してしまうんですね。
なので、まず側面とその端っこを全部黒のつぶしでこう塗った後に、一旦一昼夜乾かして、トップ面と裏面を360番とかのペーパーで飛び散った黒色をこう綺麗に剥がしてあげるんです。その後にアンバーとかイエローとかこう中央の部分の色合いを塗って、3トーンサンバーストなら赤色を塗って、最後にその周囲の黒のぼかしを入れるんですね。私も昔そういった方法をせずに側面とバーストを同時に行ったことも何回かあるんですね。で、そうするとどうしてもね、アンバーとかイエローの部分がよく見ると黒い粒々が付着しちゃうんですよ。黒色の塗料が。これはよろしくないなっていうことで、今ではそういう方法はやってないです。いろいろな3トーンサンバーストとか2トーンのバースト系見てますと、側面も同じタイミングで塗ったんだなっていうのがわかることもあります。それは中央部分をよく見ると、黒い塗料のしぶきがこう少し付着してたりするんですね。つぶ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 って。で、それが全くないのに関しては、おそらく私はさっき言ったように2段階に分けて黒色を塗ってるんだと思います。ギターやベースっていうのは、例えば10年、20年使ってきて、ちょっと雰囲気変えようかなと思って、こう、リフィニッシュをしたりとか、そういう気持ちになることって結構多いと思うんですよ。今回のケースのように、いざ剥がしてみたら黒の塗料が木に染み込んでて落ちないとかっていうことになると、せっかくナチュラルカラーにしたいなと思ってたことができないじゃないですか。どういう理由で黒を塗ってしまったのかなっていうのはちょっとわかんないですけれど、後々その色を変えることもあるんだっていうことを頭の中に入れつつ製造してほしいと思いますね。こういうのを見てると。あとはその粒子色の楽器だと、いざこう剥いでみたら節がねドーンとあったりとかして、こういうケースですね。もしこういう節がなければシースルーの木目が透けたカラーにしようかなと思ってたんですけれど、結局白の塗装にしました。まあこういう感じでいろいろあるんですよね。リフィニッシュの際っていうのはこういうことにちょっと気をつけないといけないです。もしかしたら剥いだら何かが出てくるかもしれないよっていうのを頭の中に入れとかないと目的の色にできないとか、そういうことがあるので注意が必要ですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。私はですね、これから一仕事ありまして、サンタクロースとしてプレゼントを子供たちに渡しに行きます。もうちょっとね、この辺にこうほくろかなんかつけてやらないと、さすがに4歳なんでね、声でバレるんじゃないかなっていう気がするんですよ、今年は。ちなみに昨年の様子はこんな感じでした。こんばんは。ありがとう。ありがとう。もう思いっきり半切れ状態でありがとうって言われましたね。いえいえ、どういたしましてっていう感じだったんですけれど、今年もいろいろありましたけれど、まさかね YouTube デビューするとは思ってませんでした。メリークリスマス&ハッピーニューイヤー。来年からもジンギター工房をよろしくお願いいたします。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。